地球の皆さんこんにちは、ケツくんと申します。今日は日本人なら大半の人が知っているであろう抜群の知名度を誇る来たぞ我らのスペシウム光線についての動画です。スペシウム光線についてのあれこれとか、特にすごい使い手とか、実際に打ってみたとか、いろいろやってますので、最後まで見ていただければあなたもバルタン星人に嫌われることでしょう。はい。ではまず、スペシウムって何やねんってことなんですけど、一応化合物でナックル星人曰く、アルミニウム原子3000個に対して、クローム原子8個の割合らしいです。ちょっと意味がわからないので、高山ガムか大空大地あたりに解説してほしいんですけど、スペシウムは M78 ワールドの火星にある物質で、バルタン星人が大の苦手としている物質です。バルタン星人で核爆弾ぶち込まれてもノーダメだったりするので、よっぽど苦手なんでしょうね。もしこの動画を見ている方でバルタン星出身の方がいらっしゃいましたら、食品を買う際はしっかりその食品に含まれているアレルギー物質の欄はチェックするようにしてくださいね。で、このスペシウムなんですけど、実は M78 ワールド以外にも存在していることが濃厚です。ネオフロンティアスペースの火星にもスペシウムがあって、これを元にして地球平和連合 TPC が開発したスペシウム砲というスペシウム光線と同等の威力を持つ素晴らしい兵器が登場して、レギュラン星人の円盤軍を撃破しまくって大活躍しました。アスカの夢の中で。夢の中でかーいって感じなんですけど、本編未登場なんですけど、このスペシウム砲が開発されたこと自体は本当で、しかもウルトラマンティガがマルチスペシウム光線を打てたり、ダイナがスペシウム光線を打ったりしているので、ネオフロンティアにもスペシウムが存在していることはほぼほぼ確実と思っていただいていいかと思います。ちなみに地球人がスペシウムの力を使って何かを開発した例は他にもあって、ウルトラマンメビウスと一緒に戦ったクルーガイズが開発したメテオールという超兵器があります。ご存じない方のために軽く説明しますと、ウルトラ Q からウルトラマン80までの時代の怪獣品質期に地球に現れたウルトラマン含めていろんな怪獣や宇宙人などの力を利用して作られた兵器のことです。このメテオールの中にスペシウム弾頭弾とスペシウムリダブライザーというのがあります。特にリダブライザーの方はかなりすごい発明で、ウルトラマンたちが撃つ光線に含まれるスペシウムエネルギーを増幅させて光線の威力をブーストさせる力があります。人類すごすぎません？これでウルトラマンメビウスのメビウムナイトシュートやゾフィーの M78 光線の威力を上げてラスボス撃破に大きく貢献します。ちなみにこのスペシウムリダブライザーというメテオール、別名ファイナルメテオールで、ウルトラマンと一緒に戦うこと、そしてウルトラマンへの感謝を目的としたメテオールなんですよね。泣きそうになるわ。ウルトラマンメビウスという作品の良さが出てますね。他にもウルトラマン X で、地球人ではないんですけど、ファントン星人のグルマン博士がウルトラマン X の力を解析して作ったと言い張っている光線銃につけるウルトラブースターというアタッチメントがあるんですけど、これをつけて銃を発射すると効果音も見た目もどう見てもスペシウム光線。まずアタッチメントの見た目からしてこうですからね。本当に X の力を解析した結果なのか気になった人は本人に直接聞いてください。あとは蘇れウルトラマンという作品で、パラレルの世界ですけど、マリンスペシウム光線という超強化されたスペシウム光線を撃ってゼットンを撃破するシーンが描かれるんですけど、それを可能にしたのは井手谷が開発したスタミナカプセルでした。はい、そんなスペシウムの力をぶっ破して放つスペシウム光線ですけど、実はこのスペシウム光線、光の国のウルトラ戦士なら誰でも撃てて、一番最初に教わる基本あざであるといった設定が昔からちらほらあったんですけど、2002年のコスモスの映画と同時に公開された映画新世紀ウルトラマン伝説で、光の国だけではなくて初代からコスモスまでのウルトラマンは少なくとも全員スペシウム光線を撃てるという設定がふわっとできることになります。これを公式設定としていいか正直微妙なところもあるんですけど、実際ティガ、ダイナが作中でスペシウム光線を撃ったことや、メビウスでいろんな光線にスペシウムのエネルギーが含まれていることが分かったりしているので、スペシウム光線は基本技でほとんどのウルトラマンが使うことができるというのがほぼほぼ公式設定と考えて問題なさそうです。ということで、そんなウルトラマンがみんな使えるスペシウム光線を極限まで極めて明らかにただの基本技ではない領域にまで昇華させた3人のクレイジーな達人たちを紹介していこうと思います。まず1人目は初代ウルトラマン。当然ですよね。キングオブスペシウム、ミスタースペシウム、55年連続スペシウム1グランプリ優勝の実績を誇りますからね。
他のウルトラマンたちはスペシウム光線をアレンジしてオリジナルの光線を生み出して戦っているんですけど、この方だけはそのスペシウム光線を極めに極めて何も足さない何も引かないみたいな感じで自身の必殺技にまで昇華させています。ウルトラマン80がこの初代ウルトラマンからスペシウム光線の打ち方を教わっていることからも、この方のスペシウム光線が普通じゃないことが分かりますね。初代ウルトラマンの作中で17体の敵をスペシウム光線で倒していますので、ただの基本技ではおそらくここまでのことはできないでしょう。個人的に特に印象に残っているのはアボラス戦で、何発か耐えられた後にそれでもなおスペシウム光線でゴリ押しして倒したシーンですね。先ほども少し触れたパラレルの世界でのマリンスペシウム光線の他にも、ゲーム限定のギガスペシウム光線とかカオススペシウム光線とかいろいろ派生技もあります。続きまして、帰ってきた新ウルトラマンジャック2世ジュニアさん、失礼しました。帰ってきたウルトラマンことウルトラマンジャックですね。この人も外せませんね。初代と同じくこのスペシウム光線で数多くの敵を葬っていて、その数初代ウルトラマンに次ぐ15体です。帰ってきたウルトラマンの作中で15体です。初代ウルトラマンと状況が違っている点は、あのチートアイテムウルトラブレスレットとかシンデレラマショットとか他にもたくさん技を持っているにもかかわらず、これだけの数の敵を倒したというところですね。それだけジャック自身信頼を置いているということですので、相当鍛えている証拠ですよね。個人的に特に印象に残っているのは最終回の Z2 代目戦ですかね。ジャックはこれまでベムスターに負けてメンヘラになったり、氷漬けにされてバラバラにされたり、本当に紆余曲折あって成長していろんな技を習得したんですけど、でも最後はスペシウム光線というあの展開が熱かったですね。最後はこの方、ウルトラマンパワード。はい、この方もスペシウム光線を極めし者の一人ですよね。パワードの解説動画でも話しましたけど、パワードスタビライザーと気候術を応用してエネルギーをチャージしまくってとんでもない威力で放つメガスペシウム光線がパワードの必殺技です。ポーズは同じなんですけど、メガスペシウム光線は十字で組んだ腕全体から光線が発射されてめちゃめちゃかっこいいです。たまにカタカナのナに見えます。そして何といってもすごいのは、このメガスペシウム光線が当たって耐えた敵は一人もいません。まあ話数が少ないとかいろいろあるとはいえ、それでもとんでもない威力であることが分かりますよね。特に印象に残っているのは第1話のパワードバルタン星人戦でのメガスペシウム光線ですかね。拝みポーズからのゆっくりとしたモーションからドーンと放たれる一撃が最高にかっこよかったですね。以上、この3人が誰でも打てるスペシウム光線を極めた代表的な3人でしょう。これからこの3人を脅かすような新しいスペシウムヒーローが出てきたら激アツだと思いますし、そうならなかったとしてもスペシウム光線は10年後も20年後もウルトラを代表する必殺技として子供のハートをわしづかみにしていると思います。っていうかそうあってほしいです。ではここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。